解説。日本文化の魅力トップ10。世界が驚く伝統と革新。ねえマリサ、日本文化って世界中で人気があるの知ってる？もちろんだぜ。日本のアニメや漫画、寿司や茶道、そして武道まで、世界中の人が夢中になってるのぜ。でも、日本文化の魅力って具体的に何なの？なんでこんなに人気なのか、実はよくわかってないんだよね。いい質問だな。日本文化は、古くからの伝統を守りながらも、時代とともに進化し続けるっていう特徴があるんだぜ。伝統と革新が共存してるってこと？その通りだぜ。例えば、歌舞伎や茶道みたいな古くからの文化が残ってる一方で、アニメやゲームみたいな新しい文化も世界で人気を集めてるんだ。なるほど。確かに、アニメも昔ながらの作画技法を使ってる作品があるし、伝統芸能も新しい演出を取り入れてることがあるよね。そういうことだぜ。日本文化は、過去の素晴らしい遺産を大事にしながらも、新しい要素を取り入れて、常に進化し続けてるんだ。だからこそ、世界中の人たちを引きつける魅力があるんだぜ。それは面白いね。じゃあ、今日は日本文化の魅力をランキング形式で紹介していくってこと？そうだぜ。これから、日本文化の魅力トップ10を紹介していくから、ぜひ楽しみにしてくれよな。第10位。日本の伝統工芸、漆器や和紙など、世界が称賛する職人技。ねえマリサ、日本の伝統工芸って具体的にどんなものがあるの？いい質問だな。日本には何百年も受け継がれてきた職人技がたくさんあるんだぜ。その中でも特に有名なのが漆器や和紙だな。漆器ってピカピカしてるお椀とかお皿のこと？そうだぜ。漆器は木や竹を削って形を作り、その上に漆を何層も塗って仕上げるんだ。しかも、漆を塗るたびに乾かして研磨するから、完成までに数ヶ月から数年かかることもあるのぜ。そんなに時間がかかるの？でも、漆器ってすごく丈夫って聞いたことあるけど。その通り、漆は防水性や抗菌性に優れてるから、長く使えるんだ。しかも、時間が経つほどに色や艶が深まるから、使い込むほど美しくなるってわけだぜ。なるほど。でも、和紙っていうのもすごいの？もちろんだぜ。和紙は1300年以上の歴史があるんだ。特に美濃和紙や越前和紙は世界的にも有名で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されてるんだぜ。そんなに歴史があるの？でも、紙って普通すぐ破れちゃいそうじゃない？和紙は普通の紙よりも繊維が長くて、びっくりするくらい丈夫なんだ。だから昔は障子や提灯、さらにはお札や美術品の修復にも使われてたのぜ。そういえば、お寺とか神社の掛け軸にも使われてるよね。そうそう。それに最近では、和紙を使ったランプシェードやインテリアも人気があるんだぜ。伝統技術を現代の生活に取り入れる試みもどんどん進んでるんだ。職人さんたちの技術が現代でも活かされてるんだね。でも、そんな技術が途絶えちゃうことってないの？それが問題なんだぜ。後継者不足や安価な大量生産品の影響で、日本の伝統工芸は存続の危機にあるんだ。だからこそ、今こそみんなで伝統文化を大切にすることが求められてるんだぜ。第9位。日本の美意識、わびさびと四季の文化。ねえマリサ、日本人って昔から自然を大事にするイメージがあるけど、それって美意識とも関係あるの？その通りだぜ。日本の美意識の代表的なものに、わびさびっていう考え方があるんだ。わびさび、なんとなく聞いたことはあるけど、どういう意味なの？簡単に言うと、派手さや完璧さよりも、不完全で静かな美しさを大切にするってことだな。例えば、古びた茶室やひび割れた陶器にも味わいがあるって考えるのがわびさびの精神なんだぜ。なるほど。つまり、見た目の豪華さよりも、時間が生み出す風格や味わいを大事にするってこと？そういうことだぜ。だから茶道なんかでは、完璧に作られた茶碗よりも、ちょっと歪んだりひびが入った器の方が価値があることもあるんだ。へえ。普通なら新品の方がいいって思いがちだけど、日本ではそうじゃないんだね。それと、日本の美意識には四季の移り変わりも大きく関係してるんだぜ。春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、
冬の雪景色。それぞれの季節ごとに違う美しさを感じるのが日本文化の特徴なんだ。確かに、日本って季節ごとに楽しみがあるよね。桜の時期にはお花見、秋にはもみじ狩りとか。そうそう。そして、それをただ楽しむだけじゃなくて、俳句や短歌みたいに、言葉で表現する文化もあるんだぜ。日本人って、風景や季節の移り変わりにすごく敏感なんだね。そうなんだぜ。だから日本の庭園や建築も、季節によって違った表情を見せるように工夫されてるんだ。例えば枯山水の庭なんかは、石や砂だけで風景を表現してるけど、そこに移ろう光や影まで計算されてるんだぜ。すごい、派手さじゃなくて、シンプルなものに込められた意味を楽しむのが日本の美意識なのね。その通りだぜ。日本の美意識って、華やかさや豪華さだけじゃなく、静けさや時間の流れを感じることに価値を見出すんだ。第8位、日本の食文化、和食のユネスコ無形文化遺産登録、2013年。ねえマリサ、日本の食文化ってユネスコの無形文化遺産に登録されてるんだよね。その通りだぜ。2013年に和食日本人の伝統的な食文化としてユネスコ無形文化遺産に登録されたんだ。へえ、でも、和食って具体的に何がそんなに評価されたの？まず、和食は四季を大切にしてるってところがポイントだぜ。日本では季節ごとの食材を使った料理が多くて、春にはタケノコや山菜、夏にはうなぎや枝豆、秋には松茸や栗、冬には鍋料理が楽しめるんだ。確かに、季節の食材を活かした料理が多いよね。スーパーでも旬の食材が並んでるし。それだけじゃないぜ。和食は栄養バランスが取れてるのも特徴なんだ。ご飯、汁物、魚や肉の旬な、野菜や豆腐の副菜っていう一汁三菜のスタイルが基本になってるんだぜ。へえ、一汁三菜って、ちゃんと主食主な副菜が揃ってるんだね。栄養バランスも良さそう。そうなんだぜ。しかも、発酵食品を多く使うのも和食の特徴だ。味噌、醤油、納豆、漬物なんかがあるだろ？これらは腸内環境を整えるのに役立つから、健康にもいいんだぜ。なるほどね。でも、和食って世界でも人気があるの？もちろんだぜ。寿司や天ぷら、ラーメンなんかは世界中で大人気だし、最近は日本の家庭料理も注目されてるんだ。海外では和食のレストランがどんどん増えてるし、日本の出汁や発酵食品がヘルシーフードとして注目されてるんだぜ。へえ、確かに海外でも和食ってよく聞くよね。でも、ユネスコ無形文化遺産に登録されたのは寿司とかラーメンの影響？いや、ユネスコに登録されたのは、和食が単なる料理じゃなくて、日本人の生活文化そのものだからなんだぜ。例えば、おせち料理や節分の豆まき、七草がゆなんかも含まれるんだ。食べ物を通して文化や季節の行事を大事にするっていう考え方が評価されたんだね。そういうことだぜ。でも、日本の食文化は食の欧米化やライフスタイルの変化で少しずつ失われつつあるんだ。だからこそ、改めて和食の良さを見直すことが大切なんだぜ。第7位、日本の建築文化、神社仏閣から現代建築までの進化。ねえマリサ、日本の建築って、すごく独特な雰囲気があるよね。お寺や神社もそうだけど、最近の建物もなんだかかっこいい気がする。その通りだぜ。日本の建築は、古くは神社仏閣の伝統技術から始まって、現代では超高層ビルや最先端のデザインまで進化してきたんだ。そういえば、神社やお寺って何百年も前から残ってるものが多いよね。あれってどうしてなの？それは、日本の伝統建築が木造建築の技術を極めてるからだぜ。例えば、法隆寺なんかは1300年以上前に建てられた世界最古の木造建築だけど、今でもしっかり残ってるんだ。1300年前って、そんなに昔のものが現存してるなんてすごい。でも、木造って燃えやすいんじゃない？そこが日本の職人技なんだぜ。木材の選び方や組み方が工夫されてて、湿気に強くて長持ちするし、火事になっても部分的に修復できるように作られてるんだ。へえ。そういう工夫があるから、何百年も残ってるんだね。でも、
最近の日本の建築ってどんな特徴があるの？現代建築も進化してるぜ。例えば、新国立競技場は、日本の伝統的な木造技術を取り入れながら、最先端の技術で作られてるんだ。木と鉄骨を融合させたデザインは、日本らしさとモダンな雰囲気を両立させてるんだぜ。確かに、最近の建物ってシンプルだけど洗練されてる感じがするよね。あと、日本の建物って地震に強いイメージがあるけど、それも技術の進化なの？その通り、日本は地震が多い国だから、昔から耐震技術を磨いてきたんだぜ。最近では、免震構造や制震技術を使った超高層ビルも増えてて、大きな地震が来ても揺れを吸収する仕組みになってるんだ。へえ。昔の木造建築から最新の超高層ビルまで、日本の建築ってめちゃくちゃ進化してるんだね。そうだぜ。日本の建築は、伝統と最先端の技術が融合した独自のスタイルを持ってるんだ。これが世界中から注目される理由の一つなんだぜ。第6位。日本のポップカルチャー。アニメ、漫画、ゲームの世界的影響力。ねえマリサ、日本のアニメや漫画って、海外でも大人気だよね？そうだぜ。今や日本のアニメや漫画、ゲームは世界中で愛されてて、日本のポップカルチャーはすごい影響力を持ってるんだぜ。確かに、最近は海外の人たちがコスプレしたり、日本のアニメの聖地巡礼に来たりしてるよね。でも、なんでこんなに人気になったの？いくつか理由があるぜ。まず、日本のアニメや漫画はストーリーが奥深くて、キャラの成長や世界観がしっかり作り込まれてるから、子供から大人まで楽しめるんだ。確かに、感動する話や考えさせられる作品も多いよね。単なる子供向けじゃなくて、大人もハマるような作品があるのが日本のアニメの強みかも。それに、日本のアニメや漫画は、ジャンルがめちゃくちゃ多いんだぜ。バトル、恋愛、SF、ミステリー、スポーツ、日常系。どんな人でも自分に合った作品を見つけられるのが強みなんだ。そう言われてみれば、アニメってすごく多様だよね。しかも、海外のアニメと違って、独特な作画や演出があるのも特徴的かも。そうそう。作画や演出も日本のアニメの強みだぜ。例えば、鬼滅の刃や進撃の巨人みたいに、映画レベルのクオリティで作られたアニメがどんどん増えてるんだ。確かに、最近のアニメって映像がめちゃくちゃ綺麗だよね。でも、漫画やゲームも世界で人気なの？もちろんだぜ。日本の漫画は、ハリウッド映画や海外ドラマと違って、一人の作家が長期間かけて描くことが多いから、物語の一貫性が強いんだ。それが海外のファンに受けてるんだぜ。なるほど。だから、ワンピースやナルトみたいに、長く続いてる作品が多いんだね。その通りだぜ。それに、ゲームも日本のポップカルチャーを世界に広めた大きな要因だ。ポケモン、ゼルダの伝説、ファイナルファンタジーなんかは世界中にファンがいるんだぜ。そういえば、ポケモン GO なんかは世界中で大ブームになったよね。ゲームの影響力もすごいなぁ。さらに、最近では VTuber やボカロ文化も海外で広がってて、日本のポップカルチャーの影響力はどんどん大きくなってるんだぜ。アニメ、漫画、ゲーム、そして VTuber やボカロ。日本のポップカルチャーって、本当にすごいね。だろ？日本のポップカルチャーはこれからも進化して、さらに世界を魅了し続けるはずだぜ。第5位。日本の伝統芸能、歌舞伎の狂言の魅力。ねえマリサ、日本の伝統芸能って色々あるけど、歌舞伎とか能とか狂言って何が違うの？お、いい質問だぜ。どれも長い歴史を持つ日本の伝統芸能だけど、それぞれ特徴が違うんだ。まず、歌舞伎は派手な衣装や舞台演出が特徴的で、庶民にも親しまれてきた演劇なんだぜ。歌舞伎って、顔に白や赤の化粧をしてるイメージがあるけど、それも特徴の一つ？そうだぜ。あの化粧は、熊取りって言って、登場人物の性格や役割を表してるんだ。赤は正義の味方、青は悪役、黒は妖怪や鬼を表すことが多いぜ。なるほど。見た目だけでキャラクターの性格がわかるんだね。でも、能は歌舞伎と何が違うの？能は、
もっと静かで上品な芸能なんだぜ。登場人物がゆっくりとした動きで演じて、幻想的な雰囲気が特徴なんだ。舞台もシンプルで、見る人が想像力を働かせる余地があるんだぜ。そうなんだ。歌舞伎が派手なのに対して、能は落ち着いた雰囲気なのね。でも、狂言っていうのは？狂言は、能とセットで上演されることが多いんだけど、内容は全然違うぜ。能が神話や歴史の物語を題材にしてるのに対して、狂言は庶民の生活や笑いをテーマにしてるんだ。つまり、能がシリアスなドラマなら、狂言はコメディって感じ？そういうことだぜ。例えば、ブスっていう狂言の演目では、お殿様に絶対に開けるなって言われた壺を家来たちがこっそり開けちゃって、これは毒だ、って勘違いして大騒ぎするっていう話なんだぜ。それ、普通に面白そうじゃん。だろ？実際、狂言は昔から人々を笑わせるための芸能として発展してきたんだぜ。なるほどね。でも、こんなに昔から続いてるのに、今でも見る人いるの？もちろんだぜ。歌舞伎や能、狂言は現代でも上演されてて、最近では海外公演も多いんだ。歌舞伎役者の市川海老蔵なんかは、海外でのパフォーマンスでも人気なんだぜ。へえ、日本の伝統芸能って海外の人にも評価されてるんだね。そうなんだぜ。しかも、最近は歌舞伎の演目に新しいストーリーを取り入れたり、狂言を現代風にアレンジしたりして、若い人にも楽しんでもらおうっていう試みが増えてるんだぜ。伝統を守りつつ、新しいことにも挑戦してるんだね。なんだか、日本文化らしいな。第4位、日本の精神文化、おもてなしと礼儀の精神。ねえマリサ、日本っておもてなしの国って言われることが多いよね。でも、おもてなしって具体的にはどういう意味なの？おもてなしっていうのは、相手を心からもてなすことだぜ。ただサービスを提供するだけじゃなくて、相手が何を求めてるかを考えて行動するっていうのがポイントなんだ。例えば、どんな場面でおもてなしが発揮されるの？例えば、旅館とか料亭では、お客さんが何を求めてるのかを察して行動するんだ。客が言葉にしなくても、さりげなくお茶を出したり、気温に合わせて部屋を整えたりするのが、おもてなしの心だぜ。なるほど。相手が求める前に、先回りして気を配るのが大事なんだね。でも、それって日本だけのものなの？もちろん、世界中にホスピタリテっていう概念はあるけど、日本のおもてなしは特に見返りを求めないのが特徴なんだぜ。見返りを求めない。そう。これをしたらチップをもらえるとか、次に何かをしてもらおうっていう考え方じゃなくて、純粋に相手を思いやる気持ちが根底にあるんだぜ。確かに、日本ではチップの文化がないのに、すごく丁寧な接客を受けることが多いよね。それに、おもてなしの精神は接客業だけじゃなくて、日常の礼儀作法にも現れてるんだぜ。例えば、お辞儀の文化もそうだな。お辞儀って、海外の人から見たらちょっと不思議みたいだよね。そうなんだぜ。でも、お辞儀にはちゃんと意味があって、感謝や敬意を表すための大切な所作なんだ。軽い会釈から、深いお辞儀まで、シチュエーションに応じて使い分けるんだぜ。そう考えると、日本人って礼儀正しい文化をすごく大事にしてるんだね。それだけじゃないぜ。例えば、電車の中で静かにしたり、靴を脱いで家に上がる習慣とかも、日本独特の礼儀文化の一つなんだ。確かに、日本では公共の場でのマナーもすごく厳しいよね。そうだぜ。でも、それがあるからこそ、みんなが快適に過ごせるんだ。日本の精神文化は、個人の自由よりも、周囲との調和を大切にするっていう考え方が根底にあるんだぜ。なるほど。おもてなしや礼儀って、日本人の気遣いや思いやりの心から生まれた文化なんだね。その通りだぜ。だからこそ、日本に来た外国人は、日本人は礼儀正しくて親切、って感動するんだ。これからは私も、もっとおもてなしの心を意識してみようかな。第3位、日本の祭り文化、全国各地で続く壮大な祭りの歴史。ねえマリサ、日本って本当にお祭りが多いよね。でも、なんでこんなにたくさんあるの？それは、日本の祭りが神道や仏教と深く結びついてるからだぜ。
昔から、豊作を祈ったり、厄払いをしたり、地域の神様に感謝するためにお祭りが開かれてきたんだ。なるほど。じゃあ、日本で有名なお祭りってどんなのがあるの？たくさんあるけど、例えば、祇園祭りは日本三大祭りの一つで、京都で1000年以上続いてる祭りなんだぜ。山鉾っていう巨大な飾り出しが街を練り歩くのが特徴だ。ああ、テレビとかで見たことある。すごく豪華な装飾がされてて、まるで動く美術館みたいだよね。そうそう。あとは、ねぶた祭りも有名だぜ。青森で開催される祭りで、巨大な灯籠を乗せた出しが街を練り歩くんだ。迫力満点で、外国人観光客にも大人気なんだぜ。ねぶた祭りって、あの武将や鬼の顔をした大きな灯籠があるやつでしょ？夜に光るとすごく幻想的だよね。その通りだぜ。それに、阿波踊りも外せないな。徳島県で開催される踊りの祭りで、踊るアホーに見るアホー。同じアホーなら踊らにゃそんそんっていう掛け声でみんなが踊りまくるんだぜ。阿波踊りって、見てるだけでも楽しいけど、踊り手も観客も一緒になれるのがいいよね。そうなんだぜ。実際、日本の祭りは見るだけじゃなくて、参加型のものも多いんだ。例えば、岸和田だんじり祭りなんかは、巨大なだんじり、出しを猛スピードで街中を走らせるんだけど、地元の人たちが全力で引っ張ってるんだぜ。え、そんなにスピード出すの？転んだりしないの？転ぶどころか、時々勢い余ってだんじりが倒れたりすることもあるんだぜ。でも、それくらい熱気がすごくて、参加者も観客も一体になれるのが魅力なんだ。お祭りって、単なるイベントじゃなくて、地域の人たちの団結を強める役割もあるんだね。その通りだぜ。日本の祭りは、昔からの伝統を守りつつ、現代でも変わらず地域の人たちをつなぐ大切な行事なんだ。だからこそ、何百年も続いてる祭りが多いんだぜ。なるほど。祭りって、日本人の心に根付いてる文化なんだね。第2、日本の書道と茶道、精神性を重視する伝統文化。ねえマリサ、日本の伝統文化ってたくさんあるけど、書道と茶道ってなんでそんなに特別なの？それは、どちらも単なる技術じゃなくて、精神性を重視する文化だからだぜ。書道も茶道も、形や作法を大事にするだけじゃなくて、心を落ち着かせたり、無心になったりすることが大切なんだ。へえ、でも、書道って文字を書くことだよね？そんなに深い意味があるの？もちろんだぜ。書道は単に美しい字を書くものじゃなくて、書き手の心のあり方がそのまま現れるんだ。だから、一筆一筆に集中して、無駄な雑念を取り払うことが大事なんだぜ。なるほど。だから書道の先生って、すごく落ち着いた雰囲気の人が多いのかな？そうかもしれないな。しかも、書道には一期一会の精神があるんだ。一度書いた線はやり直せないから、その瞬間の心のあり方がそのまま作品に現れるんだぜ。確かに。筆を入れたら消せないもんね。だからこそ、一つ一つの動きが大事になってくるのか。その通りだぜ。そして、茶道も同じように精神性を重視する文化なんだ。茶道では、茶を立てる動作一つ一つに意味があって、作法を通じて心を整えることが目的なんだぜ。へえ。お茶を飲むだけじゃなくて、心を整えるのが大事なんだね。そうなんだぜ。しかも、茶道ではわびさびの精神が大切にされてるんだ。例えば、使い込まれた茶碗やシンプルな道具にも、美しさや歴史を感じるんだぜ。なるほど。だから、茶道の道具って素朴な感じのものが多いのかな？そうだぜ。そして、茶道にはおもてなしの心も込められてるんだ。客人をもてなすために、一つ一つの動作を丁寧に行うことで、茶を出す側も受ける側も心を落ち着かせることができるんだぜ。確かに、静かな空間でゆっくりお茶を飲むのって、すごくリラックスできそう。そうなんだぜ。だからこそ、茶道も書道も、単なる技術じゃなくて、心を整えるための大切な文化として受け継がれてきたんだ。奥が深いなぁ。でも、そう考えると、日本の伝統文化って、どれも心を大切にするものが多いよね。第1、日本の武道、
柔道、剣道、空手が世界で愛される理由。ついに第1位、日本の武道が選ばれたね。そうだぜ。日本の武道は、単なる格闘技じゃなくて、精神修養の意味も含まれてるんだ。だからこそ、世界中の人に愛されてるんだぜ。確かに、柔道とか剣道、空手って、ただ戦うだけじゃなくて、礼儀作法も大事にしてるイメージがあるね。その通り。例えば柔道は、試合の前後に必ず礼をするだろ？これは相手を敬う精神を表してるんだぜ。勝ち負けだけじゃなくて、自分を高めることが目的なんだ。なるほど。柔道って、オリンピック競技にもなってるし、日本発祥のスポーツとして有名だよね。そうだぜ。しかも、海外でも柔道の道場が増えてて、黒帯を目指してる外国人も多いんだ。特にヨーロッパでは柔道がすごく人気なんだぜ。へえ、でも、剣道はどうなの？市内で打ち合う競技だけど、やっぱり精神面も重視してるの？もちろんだぜ。剣道も、ただ竹刀を振るんじゃなくて、心の強さが大事なんだ。試合では気迫が勝敗を分けることもあるし、相手に対する礼儀をすごく重んじてるんだぜ。確かに、試合の前後にきちんと礼をするのは剣道でも同じだね。でも、空手はどんな特徴があるの？空手は、素手での攻防を重視する武道だぜ。もともとは沖縄発祥で、江戸時代に日本本土に伝わったんだ。今では世界中に広まって、オリンピック競技にもなってるんだぜ。そういえば、空手も型とか組手があるよね。戦うだけじゃなくて、技の美しさや精神力を鍛えることも重要なのかな？その通りだぜ。空手の型は、一つ一つの動きに意味があって、正確な技と集中力が求められるんだ。だからこそ、試合だけじゃなくて、精神的な成長にもつながるんだぜ。日本の武道って、やっぱりただのスポーツじゃなくて、礼儀や精神力を鍛えるためのものなんだね。そうなんだぜ。だから、日本の武道は世界中で愛されてるし、海外の人たちも武道を通じて日本の文化に触れてるんだぜ。なるほどね。日本の武道がこれだけ世界に広がったのも、精神性の高さが評価されてるからなんだね。日本文化の魅力を振り返って。今回のランキング、すごく勉強になったね。改めて、日本文化って奥が深いんだなって思ったよ。そうだろ？日本の文化は、伝統と革新が共存してるのが魅力なんだぜ。1000年以上続くものもあれば、アニメやゲームみたいに世界中で進化し続けてるものもあるんだ。確かに、歌舞伎や茶道みたいな伝統文化と、ポップカルチャーみたいな新しい文化がどっちも評価されてるのって、日本ならではかもね。そうなんだぜ。そして、日本文化の根底には、自然との調和や精神性を大切にする考え方がある。だから、どんな分野でも奥深い魅力があるんだ。おもてなしや武道の精神みたいに、日本人の考え方が文化に現れてるってことだね。その通りだぜ。だからこそ、日本文化はこれからも世界に影響を与え続けると思うんだ。私も今回のランキングを通して、日本文化の素晴らしさを再確認できたよ。よし、じゃあ、これからも日本の文化を大切にしながら、新しい魅力を発見していこうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。